ジャンプしてるっていう感じなんですかね。皆様、ご機嫌いかがですか？シングーラリです。さて、このチャンネルでは、主にステーブルディフュージョンや AI イラスト関連の物事を毎日動画をアップしております。AI 関連は今本当に進化が目まぐるしくて、日々ものすごい速さで進化しています。そこでユーザー様も色々気になるアップデートや追加機能など色々あると思うんですが、皆さん全部試す時間がないとか、週末にまとめてやりたいけど、どれをピックアップしてやるかあらかじめ予習しておきたいなという方々のために、私が代わりに人柱となりまして、実際に試してみて報告するというチャンネルです。ニュースとついてますが、ゆるい AI イラストを通した漫談チャンネルだと思ってください。で、まず最初にですね、私、コスチュームチェンジしました。まあ、ずっと、裸の大将みたいな感じだったので、昨日のカスカラングレーさんのかっこいいプログスーツに影響を受けて、私もかっこいい服着たくなりました。これどうですか？前の裸の大将よりかは全然いいですよね。なんか、未来っぽくてかっこいいなぁと自分では思ってます。はい、それでは本題に入ります。本日のコントロールネットのアップデート、リファレンスオンリーコントロール、昨日の動画で上げさせていただいた分ですが、こちらは開発者さんのページなんですが、GitHub ですね。このイリアス・シゲルさんですかね。この方のアップデートが、現在というか19時間前で1.1.168ですね。で、私が昨日、動画を撮った時点で166だったので、バージョン2つまたマイナーアップデートされて、で、現在は1.173ですね、コントロールネット。なので、もうなんか、アップデボタン連打してるんじゃねえかっていうぐらいものすごい勢いでアップデートされてたんですよ。で、まず最初にこのスタイルフィデリティスライダーっていうのが、アップデートされまして、で、このスタイルフィダリティスライダーっていうのが何かと言いますと、こちらのコントロールネットですね。コントロールネットのプリプロセッサーからリファレンスオンリーを選んでいただいたらですね、ここに出現するこの長いスライダーのことですね。で、このフィダリティっていうのは、忠実性、日本語で忠実性を表してるんで、スタイルに忠実、どこまで忠実にさせるかということだと思います。でですね、なんと、このスタイルフィダリティスライダーだけでも結構面白いアップデートなんですけど、これは、ユーザーさんが出した例ですね。で、まだあるよって言って、このアップでさらに追加されたのが、このリファレンスアダインとリファレンスアダインアットンですかね。この二つが足されたと、拝見しました。で、こちらに関しても、昨日お伝えした通り、ステーブルディフュージョンのエクステンションズをしていただきまして、このチェックフォーアップデートですね。チェックフォーアップデートを押したら、こちらに、更新してないという旨の表示が出てきますんで、で、Apply& Restart UI を押してもらえれば再起動して更新されます。で、念のためにコマンドプロンプトも一旦消して再起動した方がいいと思います。で、一度更新しまして、最新のにアップデートしましたら、こちらのリファレンスアダイン、リファレンスアダインアットン、で、リファレンスオンリー。この3つが追加されます。で、私もこの GitHub でリファレンスアダインアットンっていうのは、この開発者様が書いてたので、この大学の偉い方が書いた論文に基づいて作られたそうです。読んでみようかなと思ったんですけど、明らかにちょっと難しそうなので、はい、また今度にします。で、実際にここで作って検証するとなると、これかなり膨大な量になって、お見せするのもすごいごちゃごちゃになってしまうと思うので、もうすでに作ってある画像で検証をしていきたいと思います。で、コントロールネットの使い方自体はですね、昨日の動画でもお伝えしてたんですけど、この Enable ボタンを押して、私はこの Pixel Perfect オンにしますね。で、それでですね、使いたい画像をドラッグ&ドロップして、ここに適用するという感じですね。またこの辺も後で説明していきます。はい。では、画像検証の方に入りたいと思います。はい。こちらが、まずリファレンスオンリーのスタイルフィデリティドスライダーを使っ
た画像の検証です。ちょっと3つあるんで、サクサクいきますね。シードは結構ランダムというかあんまり意味がないので、この縦一列が同じと考えてください。で、3種類ですね。で、一番上がスタイルフィデリティ0、真ん中が 0.5、下が1ですね。で、明らかにわかるのが、紙の色ですよね。こちらがインプットした元の画像です。で、0.5だと、そこまで色ついてないんですが、1にするともうかなり、この元の色を踏襲して、服の色をもう完全にこの赤が飽和してるんで、という感じですかね。で、ちなみに使ったプロンプトはすごいシンプルなプロンプトです。で、ネガティブプロンプトは結構いっぱいあるんですが、あんまり関係ないと思うので、ネガティブプロンプトは元の画像と同じものを使っています。で、お伝えし忘れてたんですが、今回のモデルは VRAV5 を使いました。というのも他のやつも使ったんですが、他の画像だとあんまり良くない、あんまり綺麗じゃないなと思って、はい。で、VRAV5 が一番ちゃんと結果が出たので、これを使いました。で、BLD0 だとかなり色が薄くなるという感じですね。で、若干モデルのポーズというか、ポージングとか距離も変わってますね。はい。では、これがリファレンスオンリーですね。色かなと思いましたね。0、0.5、1。はい。次がこちらのリファレンスアダインですね。これがですね、ちょっと私も何なのかよくわからないんですよね。一見同じに見えるんですが、微妙に実は違うんですよ。この一番右の方、花持ってる、このフィエキゼロですね。でもここに植わって持ってないとか、縫い付けられて持ってないとか、で肩が出てるとか、これ、間違い探ししてるような感じじゃん。ですよね。これとこれをまた0と1.0で近いんですけど、0と0.5の方だと手が組んでたり、こっちは伸ばしてるとか、もう完全にこれ間違い探しですよね。で、おそらくこれは、プロンプトに影響を受けるんじゃないかと思います。はい。では最後いきますね。えーっと、はい。こちらが最後のリファレンスアダインアットンですね。で、一応ここにプロンプト書いてたんで、プロンプトすごいシンプルなものを使ってます。Woman standing under cherry blossoms。で、クオリティ上げる系のマスターピースベストクオリティのプロンプトだけですね。で、ネガティブはずらずらあったんですが、あんまネガティブ関係ないと思うんで、で、インプット画像を出てきた画像ですね。上からスタイルフィデリティ0、0.5、1.0ですね。で、こちらも、この、リファレンスアダインアットンっていうのも、こっちは比較的まだわかりやすいですよね。数値が強くなると、色が鮮やかになるというか、よりピンクになっていくという感じですね。で、0.5、真ん中ですね。目の色とかも変わるんで、で、数値弱くしたら、色が若干減ったんですかね。微妙ですよね、ここ。ちょっと暗くなってるような気がしなくもないのと、服装が変わっていってるっていうのは、全部ですか、服装が変わっていってて、暗さですかね、これは。明らかにここ明るいんで、輝度が変わってるような感じも見受けられますね。すごい謎なんですよね、このリファレンスアダインとさっきの、このアダインとアットゥンと。どういう時に使うのかちょっと私はわからないですが、でも、うまく使える方であれば、いろいろ検証して使ってみてもいいんじゃないでしょうか。通常での用途であれば、このリファレンスオンリーだけで十分楽しめると思います。はい。では次に移りたいと思います。はい。こちらはですね、前回の動画で視聴者様からコメント欄でコメントをいただきまして、顔が変わらないということで導入したけど、顔が変わったんだけどっていうコメントをいただきました。で、今回これに関してもちょっと検証したいと思います。まずですね、こちらの女性の作品の写真を同じプロンプトをコピーするためにですね、ここ、皆さんご存知だと思いますが、ここにコピーしたら、後に、この左下の矢印ボタンを押すと、
全部の設定が反映されます。これすごい便利なので、また使ってみてください。でですね、どうしようかな。このコントロールネットの、リファレンスオンリーですよね。スタイルフィディビティは 0.5 で、プロンプトがですね、おそらく全部変えてしまうとダイナミックに変わるので、一度この前にちょっと足してみますね。例えば、この女性ですよね。これで前にジャンピングと入れたら、どうなるかやってみます。で、ジェネレートボタン。はい、できました。こちらが元の画像ですね。こちらはジャンピングと入れて出てきた画像です。かなりカラフルな、髪の毛もカラフルになって、ウェーブが入ってますよね。元の画像はストレートなんで、この辺ちょっとウェーブかってますね。で、着物も結構変わって、胸元ももちろん変わってますし、ジャンプしてる感はないですが、ジャンプしてるっていう感じなんですかね。では、もう顔もそこまで変わってないんで、やっぱりプロンプトを大幅に変えてしまうと、顔は変わるんじゃないでしょうか。では次にですね、次にじゃあジャンピングをやめて、セッティングですね。これでやってみましょう。座るでしょうか。はい、できました。これが元の画像で、出てきた画像がこっちですね。見事に座ってますね。セッティングって入れたので、この辺ちょっと一体化しそうで、危うい感じですが、顔も結構似てるというか、同一人物だと私は思うんですが、もちろん髪の毛の色とか、この写真の撮るアングルと、若干違うといえば違うけど、比較的一緒なんじゃないでしょうかね。ちょっと年齢が若くなってる気がしなくもないですが、面白いですね。このリファレンスオンリー、リファレンスアダイン、リファレンスアットンですね。はい。では、本日の動画はここまでとさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。